い、こんにちは。今日はね、立ちこまやっていきたいと思います。広角機動隊に出てくるロボットなんだけど、はいどーん。こんな感じで多脚式のロボットですね。作中では足で歩く動作と車輪で走る動作の両方ができるんだけど、今回は車輪走行に挑戦してます。これね、最初は外装をレンガで作ってロジコマにしようとも思ったんだけどアライズ見てない人に伝わんないと思ってまあとにかく一番メジャーな立ちコマにします。ということで行ってみましょう。まず前回制圧したドローン基地を作業場所にしたいので若干準備していこうかな。この前までは何もない砂浜で作業してて、まあそんなに離れてないんだけど若干荷物があるんでね。この後基地も生活しやすいように整備して、よし、まあこんな感じか。じゃあ今回使う部品から紹介していきましょうかね。まず土台はドローンで作ろうと思っていて、それはすでにこの辺に準備してあります。で、足のパーツはどうするのかというと、じゃん、この前作った電動一輪車、こいつを流用します。ドローンをベースに使うアイデアは立ちコマのふわっとした動きを再現できるんじゃないかってな発想なんだけど、うまくいくかな。で、ここに足をつけていくんだけど、普通に固定するんじゃなくって立ちコマの足のビヨンビヨン動く感じを出したいのでサスペンションを仕込みます。ベアリングをこんな感じでくっつけるとバネみたいな動きになるんだけど、まあこんな感じか。ここに足をくっつけて、よし。で、今回は前足を前方向の移動、後ろ足を後ろ向きの移動で作ろうと思っているので、右足の前後ろ、左足の前後ろって取り付け位置とか向きが別々になるのが難しいんだよね。一応長さとか角度とかある程度揃えながら作ってるつもりなんだけど、実際に取り付けてみるとちょっと何かの計算を間違ってたりして、どこで間違ってたんだろうまあとにかくおおむね前後と左右の位置と角度はあったかな。個別に電気を通してみた感じ、ちゃんと動きますね。電気系統は後で考えるとして、とりあえず乗って動くかどうかを確認してみましょうかね。お、今のふわっとした動きはかなり期待できそうですねいざ。あれ、これ何が起きてるのかというと、サスペンションが独立式なのでこの足だけ跳ねて空回りしてますねということは両方同時に動かせばマシになるか。とりあえず動きましたね。今のは後輪側なんだけど前輪側も同じように一応動きますね。これね、一輪車使った時と比べて
全然スピードが出てないんだけど、いくつかの理由が考えられて、まずドローンで浮かせることで重量が少なくなって、これで設置が悪くなってる。あと後輪側のモーターが逆回転なので前進するときは抵抗になってる。おまけにこの時気づいてないんだけど、さっき後輪が半分壊れてるまあ今思いつくのはこんな感じなんだけど、どれも決定打ではないような気がするんだよね。いろんなことが積み重なって悪くなってる感じかな。まあまったり移動することはできるので、これはこれで十分楽しいんだけどね。ちなみに速度は普通に平坦に走ってる時は時速4キロいくかいかないかくらいで、ただドローンを積んでるのでギリひっくり返らない範囲でうまく傾けると20キロくらい出ますね。今回はドローンは動力としては期待していないので、車輪メインで考えたいのと、あと平積みしたドローンだと坂道で不安定になるのでひっくり返りそうになるのが難点かな。まあとりあえず一応ちゃんと動くので走行性能は9大点としときます。よし、では飾り付けをしていきます。この世界では青い素材はブルースライムしかいないのでこいつを使います。で、育てるためには自分より大きな草は食べれないので切って育てるのがめんどくさいんだけど、ここで設計図を活用。これ多分タケコプター作った時の羽のスペアなんだけど、これをさらに傾ける感じで設計図登録して、これでポチッと作れば、作った直後に倒れてスライムに食べさせることができますね。こんな感じでガンガン育てて、このくらいあれば大丈夫か。で、生だと透き通るので焼いちゃいましょう。さすがに大きすぎてなかなか火が通らないな。ちなみにこの草と木を組み合わせたものは船の燃料として作ったんだけど、スライム焼くのに使うとは思わんかったなとにかくこれでちゃんと焼けたみたいですね。で、スライムの肉は口元に持っていくと食べてなくなっちゃうので、食べられない大きさにしないと作業しづらいんだよね。どのくらいの大きさになると食べられないのかってのを試してるんだけど、このくらいだと食べちゃうのか。2.49 キロだと食べられないっぽいな。ここから少し削ると食べちゃったので、まあ覚えやすい数字で 2.5 キロ以上で考えとけば大丈夫かな。よし、足にちょうどいい大きさの部品を用意して、これで装甲を作っていくわけなんだけど、だいたいこんな感じかな。ひとまずイメージができるレベルで一旦置いといて、先に電気系統を組み立てときます。外装を先に作っちゃうと内装が作りづらいんでね。スイッチはベアリングと同じくベアリングの軸と外輪、これらを組み合わせて作っていきます。軸と外輪を外す作業は昔は結構時間かかってたんだけど、これも設計図に一旦登録しとけば量産できますね。
できれば4輪個別に動かしたい気持ちもあるんだけど、仕組みとして難しそうなので、前進と後退、それとオフを切り替えれるような3点式スイッチにしてみます。3点式スイッチは以前左右の切り替えができるようなものを作ったんだけど、今回は前後なので操作のイメージが分かりやすいようにレバーで切り替えれるようにしたいんだよね。すっぽ抜けたり引っかかったりして、これ後からも随分調整してるんだけど、ひとまずこんな感じでいいかな。あとは前輪と後輪に電気を通す配線を作って、っていうか電池乗せてなかった後ろの作中では人が乗るあたりに電池を乗せるようにしましょうかね。とりあえずこんだけ積んどけば大丈夫か。ひとまずある程度外装と内装が出来上がった段階でいっぺん試運転しときます。いざ。ひとまず問題なさそうですね。スピードは相変わらずな感じなんだけど、回転数は上限の 480rpm に達してたりするので、この後走行を増やすにしても十分なパワーがあると考えていいでしょう。バックの切り替えとオフもできるので動作としては OK。 引き続き仕上げていきましょう。立ちコマの丸い感じはさっきの板状の部品だけでは再現しづらいので 2.5 キロ以上の大きさで四角い部品を作っていきます。もちろんこれでも丸さを表現するのは難しいんだけどね。で、外装以外の調整点としてはさっきの試運転も含めて途中でも試運転しながら進めてるんだけど、機体が浮きすぎる感覚があったのでドローンを減らしたりしてます。どうも左前足が浮いちゃうみたいなんだよね。右側に電源系統を積んでるせいで重いのもあるかもしれないし、そもそも足の角度を調整する余地もあるんだけど、今回はある程度動ける手あたりで妥協しときます。で、物の付け外しでベアリングの挙動が微妙に変わったりするのもいつも通りではあるんだけど、さっきまで動いてたレバーが動かなくなったりして、ここもちょくちょく直してますね。関係ない部品を付け外ししたりすると直ったりもするので、これも最終的にはある程度動く手あたりで妥協してます。途中重りをつけたりしてバランス調整を図ったりもしたんだけど、これは効果が怪しかったので最終的には外してますね。何はともあれいろいろ試しつつテスト運転をしながらかなり形になってきました。っていうかね、正直この段階で完成のつもりで収録してていや、ここまで何も見ないで作ってて、細かい部分はもちろん意図的に諦めてはいるんだけど、それでも何か足りないなーって思ってはいたんだよね。で、いや、終わらせるなで、この後ようやくくぐったんだけど、やっとわかった。これね、口というかオプション装備の部分と手がないんだよね。さっきまでの状態でもかなり
立ちこまっぽかったとは思うんだけど、おー、さらに立ちこまっぽくなりました。よし、じゃあ最後にこれで走行しながらまとめに入りましょうか。ということで立ちこまやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回は4つのモーターを搭載した乗り物で、バックギアの実装ってのが私の中のメインテーマだったんだけど、まあなんとか動かせるってくらいですね。乗り物としての性能はいまいちなんだけど、若干の荷物を詰める電動台車みたいな使い方はできるかな。で、ここ最近作ってたものは単品としてはいまいちなものが多かったんだけどいろいろ合わせたらすごいものができるんじゃないかということで、次回は合体ロボやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。